こんにちは、ドラ旅です。今回は岩国市を旅します。以前旅した周防大島を過ぎて広島方面に向かってます。岩国といえば錦帯橋に岩国城に白蛇、獺祭の本社といろり山賊も有名ですよね。この旅では欲張って全部行きました。城下町に外れなしということで、岩国も美しい景観と独自の文化があります。一度行ったことがある方もこれから行こうという方も、この動画が少しでも参考になれば幸いです。早速着いたのが力寿司。ネタがとにかく大きいお寿司で有名です。座敷とカウンターがありました。窓から海と周防大島が見えますね。注文は QR コードです。これがメニューですね。普通のサイズのお寿司もありますが、やっぱこれですね。ジャンボ寿司を食べようと思います。はい、これですね。めちゃくちゃでかいタイのあら汁がそばに控えています。箸で持ち上げるのが大変な重さ。ナイフで切って食べるんですが、そのまま食べてみようと思って食べているところです。やっぱ切った方がいいですね。肝心のお味の方は、ネタは新鮮で美味しかったですね。シャリはややねっとりとした寿司飯のように感じました。ブリ、アナゴ、イクラ、ホタテ、イカ、エビとどれも食べ応え抜群でした。実はこんな大きいのに昔より小さいとの噂があります。本当ですかね。全然話違いますが、この旅からフルサイズのカメラでも撮影しています。主に写真で使おうと思ってて、旅先の様子を今まで以上に鮮明にお伝えできると思います。タイのあら汁は出汁がしっかり出ていて、寿司とのバランスも良かったです。美味でした。錦帯橋からは車で30分。味はもちろん見た目のインパクトがすごかったですね。周りの方も写真をいっぱい撮ってました。常連の方もいらっしゃって、土日や連休は混むそうです。このチャンネルは車で西日本を旅するチャンネルです。気になる方や応援してくださる方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。次に向かったのは獺祭の本社です。今回蔵見学をすることができました。蔵見学は事前に予約が必要で、料金は1000円です。他の日は全く空いてなくて、行った日だけが2名の空きがありました。山から急に見えてくるビルが獺祭の蔵ですね。酔うため売るための酒ではなくて、味わう酒を常に追求しているそうです。駐車場は2カ所あって、左の方は広く多く止められました。この建物は獺祭ストアで、他では売っていないお酒やグッズも販売されていて、酒蔵見学もここで行います。
仕込みに使う水は口当たり柔らかかったですね。有料で試飲もできますので、見学の費用を払うときにそれを伝えたら、見学が終わった後に試飲が始まります。見学されたりもお話してるんですが、ぜひバンバン質問していただきたいんですね。その方が本人たちの案内する本人の勉強になるっていうのももちろんあるんですよ。もう一つはちょっと純米大吟醸しか作ってなかったり、製造メンバーが200名を超えて、人が手間をかけつつデータにも何度も使っていくっていう変わった作りですので、そのあたりは気になる部分バンバン質問していただいた方が絶対に面白いと思ってますんで。蔵でいう投資家ねなんで、インフラの投資ですから、痛いところ、切ないところ、みんな知ってますから。よろしくお願いします。ありがとうございました。ちょっと写真撮らせていただいて、もちろん。4チームに分かれて、よりいいものを作ろうと、お互いチームでいいところは共有し合いながら、悪いところも共有して、そして私はいいチームのリーダーをやってます。蒸し終わったお米を大きな釜を使って翌日蒸し上げて、蒸し上がったお米を使って麹作りと仕込み作業に振り分けをしていきます。発酵室は気温 6.5 度ぐらいなので、ここ2階が分析室。シューターホースの中を通って9階、8階、7階の発酵室の方に。一本一本に温度計がついています。その日その日の目標温度というのがありまして、この間を水が回るようになっています。で15分間水を回すことによって 0.7 日なんで約10日ぐらい経ってますの隣のタンクがこれの1週間後になります。で開けるときに、手でこう泡を吹くといい香りがすると思います。開けます。
そうです。これは麹の酵素と呼ばれるもの、日本酒作りの大きな特徴。10機あります。1つの機械で3000リットルのタンクが2本絞れます。圧力をかけて絞られます。具合を表しています。で、紫色の線がアルコールの発酵状態。お米の糖化がどんどん進んでいくのがグラフでも確認できます。香りと舌触りのチェックをすることがテイスティングです。会長さんと社長さんが毎回いらっしゃったらたまたま、いや、そうたまたまいらしてこられた時にこう出てこられたんで、よかったら挨拶を。忘れ物ないですか？出されてロゴが書いたチョコ、リオデイズっていう最後スパークリング。欲しくなるものがたくさんありましたね。ショコラもあってこれも買いました。中には1ヶ月の給料が消えそうな値段のお酒もありますが、だいたい5000円か6000円のものを揃えています。左が試飲でいただいたもの、右は蔵を案内してくださったチームリーダーさんおすすめのスパークリングですね。島耕作の著者広金健志さんは岩国出身です。1時間以上の見学は大満足でした。綺麗なのはもちろん、働く人がとにかく多いのが印象的でしたね。情熱がこれでもかと込められた純米大吟醸の2割3分は他と全く違う上品で華やかな香り、甘口で含んだ後にすぐに切れていきました。一度は訪れたい岩国の名所ですね。次は岩国白蛇神社に着きました。白蛇が神様ではなく御祭神の使いとして信仰されているようです。2025年蛇年に間に合いました。境内はとても整備されて落ち着いて参拝できました。
これは蛇の形をしたおみくじです。本物の白蛇は鳥居の先にいらっしゃいます。綺麗な白蛇のカメラ目線も素敵です。ここで獺祭の見学に行った時に同行したお二人と偶然お会いしました。すごい偶然ですよね。たまたま同じ日に同じ時間に獺祭で予約を取って、その後同じ神社で同じ時間に会うのは何か縁があるかもしれませんね。素敵な出会いに感謝します。神社から錦帯橋までは車で10分。日付変わって朝になりました。11月8日土曜日です。この日は岩国市合併20周年吉川広家公400年として錦帯橋芸術文化祭がありました。いつもと違う錦帯橋の雰囲気をご紹介します。午後を過ぎたくらいから徐々に人が増え始めましたね。錦帯橋だけじゃなくその周辺も見ていきます。夜のライトアップも綺麗だったし、いろり山賊でこたつに入って食事をいただいたのも最高でした。錦帯橋の夜景を映して門松俊樹の歌が流れる天気予報、ご存知の方いますかね。深夜にテレビから流れるあの天気予報、門松俊樹の Always Be With You で調べてみてください。すごいいい歌です。錦帯橋を渡る前に岩国の郷土料理をいただきましょう。瓦そばもいいんですけどね。岩国寿司というのは押し寿司の一種で殿様寿司とも言われています。吉川広家が合戦に備えて作らせた保存食が起源のようです。着いたのは緑の里、このお店なんですけど、実は行った後の11月30日に閉店されていました。雰囲気のいいお店だっただけに残念ですが、お店や料理がどんな様子だったかをお伝えします。はい、お待たせしました。美味でした。これから錦帯橋を渡ります。岩国城にも行く予定でしたので、錦帯橋と岩国城とロープウェイのセット券を買いました。
日本三名橋、全長193メートルの5連木造アーチ橋、幅は5メートルと広くて、下には錦川が流れています。最初にできたのが1673年。それから何度も洪水で流されていますが、何度も蘇っています。昔は藩士だけが通れて、百姓や町人は渡船を使っていました。葛飾北斎、歌川広重にも描かれたこの橋は、世界的に見ても珍しい構造をしています。なので、橋の下から見るのもおすすめです。橋を渡ったところには有名なソフトクリームがありました。人って選択肢が多すぎるとどうしていいかわからなくなる、そんな決定回避の法則も体験できます。こういうのはパッと目がついたところで選んで、他はもう見ないのがいいかもしれません。みたらしのソフトクリーム、名前の通りの味でした。Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. まずは吉川資料館ですね。この壁や門は当時のままだそうです。家紋の吉川供養が遠くに見えました。ちなみにですね、山口市の瑠璃光寺は吉川家の菩提寺で同じ門があります。国宝の刀や手紙もあって思った以上に楽しめました。資料館でスタンプラリーに参加されませんかと聞かれて初めてこれを知りました。ということで急遽スタンプラリーを始めることになります。歌手の吉川晃司さんは吉川元春の末裔とも言われていますね。スタンプ2つ目は隣にあった岩国彫刻館です。1945年竣工の重厚な建物ですよね。錦帯橋の資料とか古文書が多くありました。上院ですね。お日付の方はすいませんが、ご自身でお書き入れ。
様にご案内いたします。まもなくロープウェイが発車いたします。ロープウェイのそばにあったのがスタンプ最後の柏原美術館です。刀や鎧兜、生活道具が好きならここは絶対気に入ると思います。中は撮影できませんが2時間ぐらいかけてゆっくり見たいですね。岩国城にも武具がありましたがこちらの方が見応えあります。錦帯橋と同じくロープウェイ乗り場でもセットのチケットが買えるようでした。ロープウェイは15分おきに発車して約3分で頂上へ行けます。いいですかね、ありがとうございます。いらっしゃいませ、ありがとうございます。この度は岩国城ロープウェイをご利用いただきありがとうございます。お立ちの方はお足元に十分お気をつけください。城下町岩国はありがとうございました。険しい山道か広い道か選択できて迷うことなく広い道へ行きます。およそ徒歩10分でお城が見えてきました。もともとはこの石垣に天守があったんですね。1608年に築城されて一度取り壊されて1962年に今の位置に再建されています。ありがとうございます。天守からの眺めは最高でしたね。Attention please. All passengers proceed to the gate withoutはい、どうぞ。スタンプが4つ揃ったから交換してもらいましょう。タンブラーとトートバッグですね。いい思い出になりました。錦帯橋に戻ると多くの人で賑わっています。
かがり火の準備が進んでますね。しばらく待ってみることにしました。かがり火と錦帯橋、とても幻想的でした。最後はご存知、いろり山賊で夕食です。このお祭りのような雰囲気、いいですね。ここがテレビとかでもよく使われる景色のいい特等席と案内されました。中身、鮭、梅昆布、3種類入っております。で、こちらがね、三のく焼き、当店人気ナンバーワン商品です。若鶏の炭火焼き、秘伝のタレつけております。まずね、タレをお持ちいたしますね。で、こちらがね、大きい器に入っているのがお肉専用のつけだれでございます。お肉は生肉でね、タレのかかってない状態できますので、こちらに絡めてお焼きください。ポン酢と焼肉のタレがございますので、好きな方をつけて召し上がりくださいませ。はい。これはスメラギ牛といって山口県のブランド和牛です。霜降りが見事であっさりとした甘みを感じます。山賊なんで行儀よく食べられないおむすびです。焼く前に秘伝のタレをつけて焼きます。この牛はなかなかすごくて、外来種の交配を唯一受けていない三島牛の遺伝子を受け継いでいる高級な肉なんですね。山賊なんで周りの目を気にせずかぶりつく串焼きです。この甘辛いタレがたまんないですね。
いろり山賊は誰かを連れて行きたくなりますよね。摩訶不思議で圧倒的に楽しかったです。さあ、岩国の旅いかがでしたでしょうか。錦帯橋を中心に歴史もあって独特のグルメを堪能できて景観も素晴らしい城下町に外れなし、一度訪れてみてください。次回は福岡県の門司港。次の旅でお会いしましょう。またね。